今日はですね、こちら夏といえばやはりおそうめんですね。ナスをですね、今日は揚げ浸しにしたものをですね添えたいなと思っております。ごまの風味、香りがねやはりこう食欲をねそそられますんでね。はい、こちらね日本一ね細いと言われてるおそうめんですよ今日はね。そして今日はねごまだれをご用意しておりまして、かつおと昆布のお出汁にこちらも練りごま、そして薄口醤油とみりんになっております。薬味はねもういろいろね夏野菜ご用意しております。はい、じゃあ早速いきたいと思います。大将の星付きご飯。じゃあナスから。じゃあナスね、ヘタを取りまして、今日は半分にね切りたいと思います。そして、半分に切りましたらですね、少し包丁皮目に切り込みを入れておきたいと思います。もうこれはね斜めに片方だけでいいかな。こんな感じでね入れます。この出汁がいつの間にか出汁？これ出汁ですね。かつおと昆布のお出汁にですね、薄口醤油とねみりんを合わせたもので、やってますね。これ割合でね僕ら料理って結構するんですよ。割合っていうのはお出汁とお醤油の関係、何対何ぼっていうのをね、これを覚えておくとすごくねお料理が早くできる。例えばこれお茄子に、お茄子のね、浸し地なんだけれども、これはねお出汁が4に対して薄口醤油が1、ほんでみりんが 0.5 入ってます。 0.5？ はい、半分ですね要はね。はい、これはもう人に対して結構なんでね、これで一回止めておきます。それにあとこちらに、鷹の爪入れておりますよ。でちなみにおそうめんなんだけども、おそうめんはこれ実は6対1なんです。お出汁が6に対して、薄口醤油が1でみりんも1入ってます。っていうのはこれって割合っていうのはすごく便利で、つけたりねかけたりして食べるのはだいたい4対1から6対1っていうのがだいたいベースになります。で今度8対1から12対1っていうのがだいたい煮物。あくまでもこれベースだから、そこに薄口醤油を使うのか濃い口醤油を使うのかでまた変わってきますよ。はい、じゃあこれね、はい揚げていきます。いきなりねおそうめんの会やって言ってるのにいきなりナスの揚げ浸しから作ってますよ、ね、でも僕好きなんですよナスって。ナスって美味しくないですか？僕も好きですね。結構ね昔はねなんかね食感がねなんかちょっとこうニュルっとした感じがして子供の時ですごい嫌いで全然食べなかったんですけど、なんかね大人になってからもうナスの揚げ浸しとかね焼きナスとかね例えば鴨ナスのね田楽みたいなね、ああいうのも大好きになって、もうナス大好きみたいな感じですか？何分ぐらいですか揚げてるの？そうですね、だいたい4、5分3分4分ぐらいかな。はい、もうこれでねさっき入れた時から比べたら泡気泡がね全然こうもう立ってきてないでしょ。ほぼ少なくなって半分ぐらいになったじゃないですか。わかります？最初ってすごいブワーってなったじゃないですか。音もねちょっと激しかったけども、でももうこれで、上がってますんでね、これでも揚げます。揚げます。ナスとねマスがこうかかってるわけですね。ちょっとだけですね。ちょっとだけですね。じゃあこれをねもうこのままね、今日は揚げたてなのでもうお出汁の中に浸しておきます。これでちょっとね軽く落とし蓋してね置いときましょう。そうめんといえばあれ小豆島どこだっけな、なんかありますよね。小豆島もそうで有名ですよね。小豆島も有名ですし、あと兵庫県のね揖保の糸って言ってねありますでしょ。あれね辰野っていうところなんですけども、辰野ってね薄口醤油でも有名な大手の東丸さんが薄口醤油ねありますんで、もう関西人なんかほぼ薄口醤油は東丸使ってますね。はい、じゃあね、ここにお塩ね、少し入れます。ティースプーン1杯分ぐらいですね、入れております。じゃあこれにねおそうめんを入れていきましょう。もうこれはねメーカーさんによって湯がく分数っていうのはまちまちなんですよ。で先ほども言いましたがこれもね日本一細い
おそうめん、だからもうこれねすぐに沸きます。これ30秒やったっけ1分やったっけ。そんな短いですか。いやもうめちゃくちゃ短いんですよこれ、もうすぐなんですよこれ。はい、じゃあね入れます。で入れたらですね、おそうめんの場合はね軽く、まあもうこれはみんな知ってるやね、軽くちょっと1回だけね混ぜて、でねおそうめん湯がく時って混ぜすぎたらダメね。っていうのはでんぷんが流れやすいからくしつきやすくなるんですよ。だからねあまりこう混ぜないっていうのがね一つポイントでございます。でもこれ一回こうファーッと沸いてきたらもう OK ですよね。はい、だいたいこう上にこうきましたでしょ。はい、もうこれでこのおそうめんは OK です。はい、じゃあもうこれをこのまま、はい、早いです。ざるにあげてお水でねよく洗ってあげます。もみ洗いねしてあげましょうね。はい、 OK でしょう。よし、じゃあこれでねおそうめん置いときましょう。タレもね、合わせていきたいと思います。じゃあまずはね、こちら練りごまです。大さじ2杯入れます。岡部さんの声が聞こえます。後ろでねスタンバイしてますからね。いつも後ろでスタンバイしてますね。そうなんですよ。でこちらにね、少しだけね練りごまをさっき入れます。ポイントはねっていうのは混ぜにくいので、ここにお出汁をちょっとずつ入れながら伸ばしていきますよ。っていうのはこれやっぱり油なのでなかなかこうね綺麗にこう伸びないんですよ。いきなり調味料の中にバーッと後からこの練りごまを入れちゃうと分離してねうまく混ざらないので、お出汁をちょっとずつ練りごまの中に入れながら伸ばしていきます。これポイント。何だったね。星付きポイント。星付きポイント。練りごまは大さじ2杯。2杯。はい。結構 300cc ですね。先ほど言ったようにこれ6対1です。はい。だから 300cc ということは監督薄口醤油は何 cc？ 6対 1？ はい。50cc ですね。そうですね。はい。300cc ですので 50cc 薄口醤油が入ります。そして30だって話なんですね。はい。そして、みりん 50cc が入ります。このみりんはちなみにも一度アルコール分を飛ばしているね煮切ったみりんなのでこのまま合わせただけでございますよ。ですので家ではねなかなかそんなね煮切ってっていうのをしないじゃないですか。煮切るアルコールを飛ばすっていうことね。はい、煮切りみりんとか煮切り酒とかってよく料理の常識でねあるんですけども嘘常識っていうやつねプロがねよくやるです。アルコール入ってない方がいい。食べやすいですしまろやかになりますよね。はい。ただ家でねはそこまで使わないから醤油とみりんとお出汁だけを一回お鍋で一人でさせてください。それでを冷ましたものを練りごまの中でこうね伸ばしていくみたいな、はい、形をとっていただければ結構です。はい、じゃあこれで、タレの出来上がりです。じゃああとはね、薬味はですね、刻んだり、しながらいやいいそれで洗うて手の感触が変わる。ちょっとシャキッとしてきます。そうしたらもう OK です。もうこれでも水気切っておけば出来上がりです。これねオクラってこのねオクラってちなみに何語か知ってます？日本語じゃないですか？違います。オクラ。オクラって日本のものじゃないのか？もういいですか僕。はい、答えはい、アメリカです。アメリカでオクラっていうのはだからね英語なんです。アメリカの言葉なんです。だから本来はオクラって言います。アメリカオクラ食ってるイメージあんまないですけどね。ねえ。アメリカって言っても大きいから生姜ってねなんかこう体をこう温めてくれるっていうイメージありますよね。あります。でも生の生姜っていうのは体を
冷ますんです。熱を取ってくれたりする。だから実は逆の作用がある。だから生姜っていうのは熱を加えないと体は温まりません。はいはい、今日の星付きご飯完成です。どうぞ召し上がれ。はい、じゃあ試食ね、はい、始めましょうか。もう外は暑いですけどね、夏になるとどうしてムシムシしてね。私が喋ってんの。ああ、夏になると、はいね、このどうしておそうめんってね惹かれるんでしょうね。これ喉越しがいいからちゃう。そうですね、うん食べやすいからでしょ今日はでもそこに、うん大将ごまだれ、うんご用意してくださったんですね。はいええはい、じゃあ早速いただきますいた。だきます。じゃあまずはね、はいどうしたらよろしいですか薬味の前に、はいこのごまだれごまだけだれをで、だけで、ちょっとおそうめん食べてみよう。はい承知しました。どのぐらいねごまだれが合うかなはいっていう。うわーすごいつるつる。いただきます。お出汁も効いてて美味しいね。すごく一口目からふわっと香ばしいごまの香り、ね、これこだわってらっしゃいます？それはそうでしょう。いやーご準備いただいたのは日本一細いおそうめんなんですね。そうなんです。実は皇室献上のおそうめんで、奈良の三輪そうめんでございます。もうごまだれはたまにね重く感じますけど、喋ってないでいただきますわね。そうですね。蒸し暑いじゃないやっぱりね、夏ってでそういった時にやっぱりどうしても食欲って落ちるじゃない、はい、そういった時にこのねごまの風味の効いたこのおそうめんが非常になんていうのわかりました体に染みるっていう感じ。もう一回この一皿は、スーッと体に染み入りますね。そうだよね、はい、そこなんだよね、今回のテーマは。今日はねこれおそうめんとして作ったけども、例えばここに今日のレシピにプラス、そうですね濃い口醤油を、大さじ2杯、お砂糖を大さじ1杯ぐらいで、あとねそこにニンニクをねおろしてあげるの。そうするとしゃぶしゃぶのタレになります。僕はいつもここにレモンを1個絞ってで食べたりしますね。すごいちょっと酸味の効いたごまだれでしゃぶしゃぶに持ってこい。あとはねもうこのままねごま油をね大さじ1杯ぐらいやっぱり入れていただいて、ごまのね香りをつけたごまドレッシング、に和風ドレッシングになったりもしますね。はい、っていうアレンジができるので、ぜひこのごまだれをですね、作っていただいて、1週間はねもうそのまま保存できると思いますんで、いろいろアレンジしていただければいいかなと。この一皿は、体にスーッと染み入りますね。また言ってんの2回目よそれ。はい、ぜひ皆様も楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。美味しゅうございました。ではさようなら、ごきげんよう。はい、OK です。これ美味しいやろ本当に。これナスなんかめちゃくちゃ美味しい。これナスをごまだれで食べたらめちゃくちゃ甘くて美味しいよ。言うことなす。